今回の旅の目的地はアメリカ・ニューヨークです。JFK 空港に到着したらマンハッタンへ向かうエアトレインに乗ります。オレンジ色のジャマイカ駅行きと緑色のハワードビーチ駅行きの2種類があるので、宿泊ホテルの場所に合わせてどちらに乗るべきかを事前に確認しましょう。エアトレインの運賃は後払いです。クレジットカード決済に対応しているので、券売機に並んで切符を買う必要はありません。ジャマイカ駅には地下鉄とロングアイランド鉄道の2種類の電車があり、料金は高いですが移動時間が短く、車内が広くて快適なロングアイランド鉄道を選びました。ロングアイランド鉄道はマンハッタンの主要駅とつながっていて、各駅にはエスカレーターかエレベーターがあります。地下鉄は階段しかない駅も多いので、スーツケースを持っている場合はロングアイランド鉄道がおすすめです。アメリカ英語とイギリス英語では足元に注意するという意味の表現が異なります。アメリカは Watch the gap、イギリスでは Mind the gap。こうした単語の違いを見ると、イギリスからアメリカに来たと実感します。ロングアイランド鉄道の車内は清潔で、スーツケースを置くスペースもあります。革張りの座席は座り心地も良く、座席の上に網棚もあります。乗車券はアプリ経由の購入が便利で、MTA トレインタイムを事前にダウンロードしておきましょう。マンハッタン中心までは20分で到着します。係の人が来たら乗車券の QR コードを見せます。ブルックリンのアトランティックターミナル駅で下車したら地下鉄に乗り換えます。マンハッタンのホテルは料金が非常に高いので、ブルックリンのホテルをおすすめします。ニューヨークの地下鉄の運賃は一律 2.9 ドルで、駅から出るときはバーを通過するだけです。私が予約したホテルはウィンハムガーデンホテル。1泊130ドルで窓からマンハッタンも見えました。ホテルで数時間仮眠を取った後はブルックリンブリッジに向かいます。ブルックリンブリッジはニューヨークを象徴する橋で、無料で橋を歩いて渡ることが可能です。橋とマンハッタンを巡行で撮りたい方は、午前中にマンハッタン側から歩き始め、振り返って撮影するのがベストです。私は夕方に歩きましたが、人通りも多かったので、治安に不安を感じることはありませんでした。西に見える夕日がとても美しいです。ブルックリンブリッジは銅鉄のワイヤーを使った世界最初の吊り橋です。全長 1.8km、30分から60分かけて渡ります。橋の上側は人と自転車が通り、橋の下側は車が走る設計になっています。ライトアップされた摩天楼と歴史を感じさせる橋はとっても絵になります。冬は吹きつける風で冷えるので防寒対策を、夏は水分補給の飲み水を忘れずに持参しましょう。ブルックリンブリッジからの景色を満喫した後は、ブルックリンのダンボという人気エリアにあるブルックリンブリッジパークに向かいます。この公園はブルックリンブリッジとマンハッタンブリッジの間にあり、マンハッタンのビル群の夜景がきれいに見えます。マンハッタンの騒がしさが嘘のように静かな場所で、ここでぼーっとするだけで癒されます。地下鉄に乗って自由の女神クルーズの最寄り駅に移動します。車内の電光掲示板には停車駅が表示されていて、とてもわかりやすいです。最寄り駅から
フェリーが出港するバッテリーパークまでは徒歩5分です。途中にスタテン島行きの無料フェリー乗り場があり、このフェリーに乗れば遠くから自由の女神を見れます。フェリーのチケットはアプリで事前に購入しましたが、自由の女神の王冠まで行けるチケットの場合、ボックスオフィスでリストバンドを受け取る必要があります。王冠に上がるチケットはかなり予約が取りづらく、私は4ヶ月前に予約しました。ボックスオフィスで予約済みのチケットを見せると、ピンク色のリストバンドとチケットをもらいました。10時出発のフェリーを予約しましたが、40分前からでも列に並べました。出発前にはセキュリティチェックがありますが、ペットボトルの水は問題なく持ち込めました。ちょうど一つ前のフェリーが出たようです。次のフェリーがこちらに向かってくるのが見えます。船内の座席は自由席で、列の前に並んだ人から好きな席を確保します。自由の女神が見えるのは進行方向右側なので、開放的な眺めを楽しめる屋上デッキに向かって進んだら、フェリー右側の座席か立ち見ポジションを確保します。フェリーの停泊中は左側に自由の女神が見えますが、惑わされずに右側を確保しましょう。定刻10時の3分前にフェリーは出発しました。オレンジ色のフェリーはスタテン島行きです。せっかくニューヨークへ観光できたなら、リバティ島に上陸して自由の女神の中に入るのがおすすめです。先端が細くなっている高層ビルがワンワールドトレードセンターです。9.11 事件の後に建てられ、現在アメリカで最も高い建物です。ハドソン川の左手に見えるのはニュージャージー州です。ニューヨーク州のマンハッタンは地下鉄が普及していますが、ハドソン川対岸のニュージャージー州は車が必須です。この角度からだとワンワールドトレードセンターが最も高いのがよくわかります。マンハッタンの南にはブルックリンがあり、ブルックリンブリッジとブルックリンにある高い建物が見えますね。進行方向右側に自由の女神が見えてきました。アメリカ独立100周年を記念して独立運動を支援したフランスから贈られました。正式名称は世界を照らす自由で、右手に自由の道を照らす松明、左手にはアメリカ合衆国の独立宣言書を持ち、アメリカの自由と民主主義を象徴しています。台座を含めた高さは約93メートルです。自由の女神とマンハッタンの高層ビル、これぞニューヨークという写真が撮れる角度です。フェリーに乗っている時間は10分くらいで、揺れを感じることもなく、船酔いしやすい方でも全然心配ありません。前方の大きな船はスタテン島行きのフェリーです。このフェリーに乗れば無料で遠くから自由の女神を見れますが、リバティ島からは結構距離があると感じました。背中側から見る自由の女神、見慣れない姿ですが、たくましさを感じるがっしりした印象です。リバティ島を出発するフェリーを待つ人は一人もいません。午前中のできるだけ早い時間が空いています。島には無料の博物館もありますが、混雑をできるだけ避けるために最初に自由の女神へ向かいます。台座と王冠に登る前に手荷物をコインロッカーに預ける必要があります。無料で使用できるのですが、25セント硬貨が必要です。紙幣を硬貨に変えるマシンは2つあり、片方は故障していました。荷物を預けたら入場券を係員に見せて建物内に入ります。
簡単なセキュリティチェックを済ませると、いよいよ自由の女神の中に入ります。ペデストが台座、クラウンは王冠を意味します。台座まではエレベーターがつながっているので、足腰に不安のある方も台座までのチケットは購入して大丈夫です。自由の女神に関する歴史を展示する博物館は、台座と王冠を見学した後に戻ってくることが可能です。階段の両脇には手すりもついています。台座まで残り67段。こうした標識が要所要所にあります。台座まで登ったら、係員にリストバンドを見せて、ハサミで切ってもらい、王冠に向かう螺旋階段を登っていきます。ここからの階段は傾斜が非常にきつく、運動する習慣がない方は息が上がり汗だくになると思います。また、高所恐怖症の方も王冠に登るのは控えることをお勧めします。王冠エリアは人数制限があり、自分の順番が来たらいよいよ王冠からの絶景を見れます。マンハッタンの景色がよく見えますが、台座からの景色とそれほど大きく変わりません。ですが、右手に掲げた松明は迫力があり、頑張って王冠まで登ってきてよかったと思わせてくれます。5分くらい王冠からの景色を堪能したら、狭い階段をゆっくり下っていきます。王冠の次は台座からの景色を紹介します。台座からでもマンハッタンとハドソン川、ニュージャージーの景色を十分楽しめます。正面の建物が無料博物館で、台座から下を見下ろす景色はこんな感じです。続いて下から見上げた自由の女神。さっきまで王冠の黒っぽく見える小さな窓のエリアにいました。左手に持つ石板には独立宣言の日付1776年7月4日がローマ字で記されています。M は1000、D は500、C は100、L は50、X は10、V は5、I は1。この数字をすべて足すと1776になります。自由の女神の見学を終えたら、だいたい30分間隔で運行しているフェリーに乗ってマンハッタンまで戻ります。11時20分にリバティ島に到着するフェリーですが、私が乗ったフェリーよりも混雑しています。やはり朝一番のフェリーに乗るのがおすすめです。ご視聴ありがとうございました。ニューヨーク観光の後半では、国連本部の見学ツアーの様子や、ニューヨーク近代美術館を紹介します。